全長 7.5 メートルの小さなヨット青海と僕は烈風の海マゼラン海峡をかけていた。海峡の幅はここで約10キロ。瀬戸内海のように狭い場所でこれほどの波風に遭おうとは。周囲の海面では波長の短い波が高く盛り上がり、緑色に巻き崩れ、ゴーゴーと水煙になって飛んでいく。なんという風だ。船体を後ろから追い越す水煙の中、あまりにも強すぎるなと思った。正直のところ怖かった。僕はロープを引いて全てのセールを下ろしたんだ。それでも船体とマストに当たる風だけでヨットはマゼラン海峡を突き進む。舵をウィンドベーン装置に任せて船室に降りると、灯油バーナーに点火して昼飯の用意に取り掛かる。日暮れまでに次の停泊地に着けるだろうか。日本を一人で離れて1年半後、全長 7.5 メートルのヨット青海は南米のマゼラン海峡に達していた。細長い海峡の中ほどには南米大陸最南端フロワード岬が突き出ている。海峡より南の陸地は島々で、それらの南端にホーン岬が位置している。海峡の中ほどに達したヨット青海はフロワード岬でコースを北に変え、補給基地のプンタアレナスを目指したいが、岬を過ぎた後風はどうなるのか。山々に両側を挟まれた狭い水路では風が水路沿いに吹く傾向がある。しかしその向きと強度の予測は難しい。上空の風向きの小さな違いが山々の影響で海面の風を激変させる場合があるからだ。フロワード岬を回った後の風は弱い横風になるか、真正面からの強風に変わるか、どちらかだった。もしこれほどの烈風が向かい風となれば、狭い水路をジグザグに走りながら、しかも風で起きた表層流に戻されながら前進できる見込みはない。いや、もし可能で風上に少しずつ移動できたとしても、途中で必ず日が沈み、陸地が全く見えない暗闇の中、人里遠く離れた本物の闇の中、しかもこれほど強い風の中、危険な岩に衝突してしまう。岬が間近に近づくとコースを変えるため再び帆を上げた。この風がいつまで続くのか。岬を回った後、風はどう変わるのか。もし向かい風だったらどうすればよいのか。全てが未知で不安で、助けてくれる人はもちろんなく、頼れるのは自分自身だけだった。いや、これほどの風の中、自分は何もできないことをこれまでの厳しい航海で嫌というほど学んでいた。でもその時、僕の心は希望と勇気で満ち溢れ、少しの絶望感も抱いていなかった。岬を回れば風が弱まり、自分は必ず助かるという信念がなぜか全身に満ちていた。
最悪の結末を極度に恐れ途方に暮れながらも僕はひたすら幸運を信じていた。